奈川県厚木にあるロータリーチューンの湯スキルトスポーツ。世に先駆けて4ローターマシンを製作したことでご存知の方も多いだろう。その代表小関さんといえば、かつて湾岸の千葉君にたびたび登場し、公道最高速でも100マイルオーバーを叩き出した生粋のスピードジャンキーにしてトップチューナーだ。そんなお店になぜか 30Z。 小関さん、これどったの？まあ普通の Z がうちにねお客さんって来るわけないんでね、見てもらわなきゃな。これどこか変わってるんですか？ロータリーついてる。でしょ、ちょっと変わってるよ。それもロータリー。これ4ローター、見てこれ4ローター、1、2、3、4、4ローター。おにぎり4つついたやつかな。もうバッチリついてる。これが今回の主役。なんと日産が誇る世界的名車 30Z に4ローターを乗せた異色マシンだ。そもそもお客さんが Z を買ってちょっと L 型に失望しちゃったらしいんです。で前になんかね SA のペリ乗ってたらしくて、どうもその雰囲気は忘れないっていうんで、じゃあこの際だから長いエンジンルームだし4つ乗せちゃおうっていう話になっちゃった。それも4ローターのペリ馬力でね550ぐらいある。フルコンで BPEC っていうコンピューター使ってて、もうこれも結構頭いいんで、もう950回転でペリのフルチューンエンジンがもう安定しちゃうんで、今いいよね時代が。ちなみにこの車に乗せるときに苦労したんですよ。どの辺の苦労した？比較的 FD で乗せるよりやっぱり6気筒が乗ってるから、その分楽なんでボディの加工とかほとんどしてないですよ。通勤で使うらしいんでね、まあ高速道路は使うって言ってるけど、まあ、気持ちよく走れればいいんじゃないかなっていう車にしますよ。じゃあ小関さん、久々行きましょうか。いや、さっきね実はねモーターヘッド取材やってたんだけど、550馬力って言っちゃったんだけど、実はね多分150馬力ぐらい調子悪いと本当に。なのでこんな昼間だし俺乗りたくないし、まあモーターヘッドの鍋さんに乗ってもらいますから、これから。アクセル本当に軽くちょこんと乗っけた状態でクラッチ合わせていけばいいと。はい。感覚的にバババババって吹かした感じです。その感じです。はい。踏まなくていいです。アクセルコントロールできないです。何回転ですか？今2000ですね。細くしてください。まあダメか、普通の人は乗れないな、全然。本当にパワーを狙えば600馬力ぐらいまでは全然持っていけるような。高速寄りのマニホールドの長さ、ファンネルの長さとか、あとエキゾーストの長さとかをそこのポイントに持っていけば600馬力とか超えますよね。なるほどですね。だからやっぱりストリートっていうかナンバーついてる車だったら、その8000のパワー云々よりも下に落としてでももっとトルクールな感じにした方がそうですかもしれない。ね。だからこれだって現に高速域で普通に乗るって言ったら多分3000回転上げたらかなりのスピードになっちゃうので。ちょっと僕も FD 乗ってるんであれですけれども、なんかやっぱ信じられないぐらいトルク感はありますよね、下の方から。ご自身の車では4ローターでマックス何回転ぐらいまで回されたことがあるんですか9000とかやってますね。テストっていうのが？9000回るとやっぱり音もすごいでしょうね。音はそうですね。ただ9000だとやっぱり普通の乗用車設計でやると、ピークパワーもそこにはないので、音はやっぱり欲しいのは7500、8000ぐらいが一番やっぱりその使えてるちゃんとしたパワーのところでやった方が音はいいです。そうなんですね。あとまあその辺ぐらいまでの回転で抑えておけば耐久性も随分。もうそしたら、ロータリー7000回転台で抑えられたら、チューニングエンジンといえども5万キロ速度乗っても多分 NA だったら全然問題ないと思うんです。なるほどですね。やっぱ4っていうのはそういう意味では
ある意味ロータリーとしては究極の組み合わせってことになるんですかね。普通ローターが180度相違でこう爆発してるのに対して、はい。 3ローター120度間隔じゃないですか。ああ、そうですよでね。 4ローターって90 90度間隔間隔になりますからね。もうやっぱりそのバランスっていうのがすごくロータリーが合ってるのかなっていう感じがしますよね。なるほどですね。いやーでも Z に積まれても全然なんか鼻が重い感じがしないっていうのがすごいよな。ああ、そうですね。軽さを感じますよね。車線変更とかしてても鼻が持って動かない違和感がないですね。それは本当すごいや。今日はどうもありがとうございました。こんな貴重な車に乗せていただきましてありがとうございます。4ローターとどうしてもマツダのルマン走った車とかそういうイメージばかりが頭の中にあるとなんかすごくこうレーシーで扱いづらいものなんじゃないかっていう想像したんですけれども、こんなになんかトルクがあって全然その 13B とは違うなんていうんですかリッチな世界があるもんだなっていうのに驚きました。ぜひぜひ乗せてください。またありがとうございました。次バッチリ調子出すんで、次はね踏んでくれる人、そうね第3、ぜひ第3次乗ってもらいますよ。よろしく。小関さん、早く本調子にして最高のサウンドを聞かせてちょうだいよ。